皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？私が住んでいる場所は今午後の9時です。今日はすごく忙しい一日だったんですけど、でも今やる気に満ち溢れているので、ちょっと動画を撮ることにしました。今日のポッドキャストでお話ししていくのは、ショッピングについてお話ししていこうと思います。なんでショッピングについてお話ししようと思ったかというと、日本は今夏から秋に変わる季節なんですね。季節の変わり目ですごく新しい服とか、新しいアクセサリーとか、そういうものが欲しい時期です。私は。で、私最近ハマってることがあって、それは何かというと、ピンタレストを一生触ってるんですね。本当に一生。一日何時間見てるんだろうっていうくらい、気づいたらピンタレスト、時間があったらピンタレスト。そんな感じで、とにかくピンタレストで秋の服とかアクセサリーとか、あと、そんないろんなものを調べてるんですね。他にもピンタレストではいろんなアイデア、インスピレーションをもらうために絵を描くこととかそういうのも見たりするんだけど、特に最近は秋服を調べることが多いんですね。で、そんな風に過ごしてたら、やっぱりたくさん欲しくなっちゃって。服だけじゃなくて、靴とかアクセサリーとか、もうとにかく欲しくてたまらない。で、そしたら、やっぱり衝動買い。インターネットでポチるって言うんですけど、オンラインでポチってカートに入れてしまったり、そういうことをしてしまうことがたまにあるんですね。でも最近は正直、もうほぼほぼなくて、そういうのが本当にない。私はもともとショッピングがそんなに好きな方ではなくて、あんまり外に出ないから、服もそんなにいらないし、アクセサリーも必要最低限、本当にいるものだけしか買わないんだけど、でもやっぱり秋って可愛いんですよ。本当に可愛くて。私は茶色とか黄色とかオレンジとか、そういうザ・秋っていう色が好きでたまらないんですね。なので、いくらショッピングをしないと言っても、どうしてもしてしまうことがあって。でも、そんな時でも、絶対に後悔しない買い物の方法、ショッピングの方法、後で買わなかったらよかったとか、なんでこんなの買ったんだろうとか、そんな風に思わないようにするために、私がしていることが2つあります。で、もともと私は結構衝動買いをしてしまって、で、後になって後悔するっていうことがすごく多かったんですけど、この2つをするようになってから、本当に買い物上手になったというか、本当に欲しいもの、好きなものしか買わなくなったんですね。で、なので今日は皆さんにもこの方法をシェアしていきたいなって思ってます。で、早速お話ししていくんですけど、一つ目は、一瞬でも一秒でも迷ったら買わないことです。一秒でもなんか違うなとか、一回着てみてなんかチクチクするなとか、肌触りが悪い、肌に当たってちょっとかゆいなとか、そんな風に一秒でも思ったら絶対に買わないっていうのをしています。かゆいっていう以外にも、例えば、色が好きじゃないとか、好きなんだけど、ちょっと引っかかる、違和感を感じる、心に刺さらないっていうのかな。めっちゃ欲しいって思わない部分があったら、いくら他の部分が好きだとしても、私は買わないようにしてます。それが一つ目のコツなんですね。
なんでかというと、そういう違和感とか、ちょっと嫌かもって思った部分、本当にそれが小さなことだとしても、後で少しずつ大きくなるんですね。私は本当にそういうのが多くて。例えば、この服めっちゃ可愛い。でも、ちょっとチクチクする。でもやっぱり可愛い。だから買おうとか思って買ったものって、後で着るときに、やっぱりチクチクするんですね。やっぱりチクチクして、それが嫌になる。そういうのがあると、絶対にその後着なくなってしまうんですね、私は。いくら形が可愛くて、色が可愛くても、一つでも嫌な部分があったら、そういう嫌な部分が気になっちゃって仕方なくなるんですね。それが例えば逆だったら、色がちょっと気に入らない。なんかこの色嫌だなとか思った時、買わないけど、買っちゃったとしたら、チクチクするよりはマシじゃない？なんか、チクチクしなかったら、いつかこの色好きになるかもしれないし、とか思うんだけど、でもチクチクに関しては本当に好きにならない。本当にこれは大事なんですね。私にとって。もちろんデザインとか色とかもすごく大切なんだけど、それ以上に私が大切なのは着心地。ちょっと腕を上げた時に動きにくいとか、肌に当たってかゆいとか、なんかきついとか、そういうちょっと気になることがあったら、私は絶対に買わないようにしてます。後でそういう嫌なところは大きくなっちゃうんですね。で、後で着なくなって、ああ、買わなかったらよかったって思ってしまうことがよくよく昔はあったので、それを私は直しました。うん。それを気にするようになってから後悔することが本当に減ったんですね。自分が本当に欲しいと思ったもの、完全に100%納得したものしか買わないようにしたら、それをずっとずっと気に入って着ることができるようになったり、靴もずっと履くことができたり、アクセサリーもそうですね。アクセサリーって安いじゃないですか。日本には本当に安くて可愛いアクセサリーがたくさんたくさんあって、300円とかで買えるんですね。何でも。で、そんなに安かったら、買っちゃうんですよ。可愛いって思ったら買っちゃうんですね。それが結構危なくて、私は昔、もう安いから可愛いし買っちゃおうとか思って買ったら耳めっちゃ痛いとか、私はピアスじゃなくてイヤリングなので、こう挟むんですね、耳を。なのでちょっと多少痛くても可愛かったら買っちゃってたんだけど、やっぱり痛いものって絶対に使わないんですね。痛いからさ。だからそういうのも大切にしてます。いくら安いとしても、ちょっとでも嫌だなって思った部分があったら買わない。もうそれを本当に大切にしてますね。これが一つ目です。で、二つ目。二つ目お話ししていくのは、すぐに買わないことですね。できれば一回家に帰ります。私はもう一回家に帰るんですね。なんでかというと、さっきから言ってる衝動買いを防ぐためですね。衝動買い、一目見て欲しい、買おうって思って買うこと。一瞬で買うか買わないか決めてしまうことですね。衝動買いって言うんですけど、その衝動買いって、大体私は後悔するんですね。もちろん心の中で本当に可愛いって思ったら後悔しないんだけど、大体の衝動買いって本当に気に入ってるんじゃなくて、その時の気持ちなんですね。なんか可愛い、買おうっていう気持ちだけで買っちゃう。それが私はすごくすごく自分的には危なくて、なんか、なんて言うんだろう。大体私の場合は、ショッピングモールで買い物してたら、一回そのお店を離れて、くるーって
違うお店回るだけで、それだけでもう欲しかったものが欲しくなくなるんですね。びっくりですよね。自分でもびっくりなんですけど、それくらい私は欲しいものがすぐに欲しくなくなるんですね。それが結構衝動買いの典型的な例ですね。その時に欲しいって思った気持ちだけで買ってしまう。でもやっぱり後で考えたら、なんか家に似たのがあるとか、やっぱりこの部分ちょっと気に入らないとか、この色苦手かもとか、後で思うことがあるんですね。それが結構私には多くて、だから私は基本的に一回家に帰るようにしてます。で、それで一回家に帰っても欲しいものっていうのは本当に欲しいものなんですね。考えれば考えるほど欲しくなるものっていうのは私的には本当に欲しいもの。でも逆に考えれば考えるほどなんだか嫌な部分、苦手な部分が増えてくるものっていうのは私にとって、必要じゃないもの、いらないものなんですね。それを私は本当に気をつけてます。服もアクセサリーも靴も全部一回試してみて、本当に欲しいのかどうか、少なくても何時間か考えます。家に帰ったり、寝てみたり。で、長い時は1週間、2週間考える時もありますね。で、それくらい考えて買ったものって絶対に長く使うし、自分自身が本当に欲しくて買うものだから、自分自身も納得して買える。本当にそれを気に入って使うことができるんですね。なので私はそれも大切にしてます。でも私今、服とアクセサリーと靴のお話をしたと思うんですけど、香水もそうなんですね。前に私は香水が大好きっていうお話をしたと思うんだけど、香水に関しては、その時にいくら気に入ったとしても、絶対に家に帰った方がいいです。なんでかというと、香水って香りが変わるんですね。時間が経ったら。3段階にちょっとずつ変わるんだけど、例えば、一つ目の香りが好きだとしても、三つ目の香りが好きじゃないっていうことは、結構私にはよく起こるんですね。しかもなんかあんまりいいものじゃなかったら、アルコールっぽさがすごくきつくなってしまったりすることが多くて、なので私は香水はその時にいくら欲しいって本気で思ったとしても、一回つけて家に帰ります。そう、大体のものって今はさ、オンラインストアでも買えるから、一回家に帰ってもすぐに買えないっていうこともないし、もちろん古着屋が好きな人とかだったら、ちょっとそういう一回家に帰るっていうのは厳しいかもしれないんだけど、普通にショッピングモールで買い物するときとかは家に帰るようにしてます。でもね、これができるのは正直国内だけ、自分が住んでる場所だけで、もうね、インドネシアにいた時、私衝動買いしまくったんですよ。本当に、毎日衝動買い。でもさ、旅行はちょっと別ですよね。旅行は楽しいから、私はすぐに買っちゃうんだけど、で、確かインドネシアの時、香水も買ったし、なんか2個買ったんですよね、香水を。でも、奇跡的に当たりでした。なんか時間が経ってもいい香りだったんですね。一つは桃だったんですけど、マンゴーだったかな。なんかそういうフルーツの香りだったんだけど、それすごくいい香りでしたね。でも一つだけ、バリで買って、衝動買いしちゃって、後悔はしてないけど、なんとかしなきゃいけないものはベルトですね、ベルト。めっちゃ可愛くて衝動買いしちゃったんですね。本当に今まで見た
ベルトの中で一番可愛くて、で、買ったんだけど、ウエストの部分がすごく大きくて、歩いてるだけで取れちゃうんですね。もう歩いてたら、ごめんなさい、犬が吠えてる。歩いてたら、ずっとベルトが落ちる感じなんですね。なので、これからちょっとなんとか、それは対処するんですけど、そうでもめちゃめちゃ可愛いからさ、いくらベルトが取れても使いたい。だからなんとかします。自分で、ちょっと、ね、どうしたらいいのかわかんないんですよね。でも、なんとかします。そんな感じです。ごめんなさい。話がそれちゃった。今日お話しした2つ。すぐに買わないこと、一回家に帰ることと、1秒でも迷ったら、それはもう買わないことですね。それが私が後悔しないショッピングのために気をつけてることです。でもこれは日本の中でだけ。韓国に行ったり、インドネシアに行ったり、オーストラリアに行ったりしたときは、もう衝動買いをたくさんします。でもね、それも旅行の醍醐味の一つだから、それは楽しんじゃっていいと思うんだけど、皆さんが住んでるところで買い物するとき、私が住んでるところで買い物するときは、もう後悔しないために一回考える、衝動買いをしないっていうのは、私はすごく気をつけてます。そんな感じです。今日お話ししたかったことはショッピングについて。なんか久しぶりにこういうゆるい話題をしたんですけど、やっぱり楽しいですね。いつもちょっと真面目な話ばっかりしちゃってたから、皆さんも疲れちゃったかもしれないんだけど、今日の動画でゆったりリラックスしながら聞いていってもらえてたらすごく嬉しいなと思います。皆さんももし何か難しい話題から今日みたいなカジュアルな話題まで何でも聞きたいことがあったらぜひぜひ教えてくださいね。ごめんなさい。ちょっとワンちゃんが吠えてるので、一緒にお散歩に行ってきます。では皆さん、今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さん、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。